皆さんこんにちは、ガジログです。今回は G-SHOCK の G スクワットシリーズ DWH5600 の2週間使用レビューをお届けしたいと思います。この2週間の間に感じました良い点と、そしてここは気になるなという点をまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず最初に良かった点になりますが、それはバッテリー持ちが良好ということになります。この DWH5600 のスペック値としましては、おおよそですね、1週間ほど持つということが記載されています。そして私が検証した結果になりますけども、結論から言いますと約 5.5 日となりました。こちらの表を見ていただくとわかりますが、初日ね、21時に満充電になっている状態から計測を始めています。こうした流れになりますけども、個人的に計測しましたのが、だいたい5日半ということになります。屋外ウォーキングを1日あたり1時間だいたい行っています。そして睡眠測定もオンになっていまして、ナイトリリーチャージもオンになっています。そして心拍数の測定も常時オンにしてあった状態になります。この上で5日半ということになります。これはスペック値のね、7日間からすると若干少なくはなりますが、スマートウォッチ機能を動作させている上で5日半ということであれば、結構いい方じゃないかなと思います。バッテリー充電のサイクルとしては、そんなに苦じゃないかなというレベルだと思います。というわけで、1日あたり約 18% ほどのバッテリー消費ということになりました。そして、心拍数測定が実は常時オンのモードとアクティビティ中と睡眠中というふうに2つ選択ができるんですけども、その常時オンでないね、別のモードにしてみますと、もっとバッテリー持ちは良かったです。これはね、1週間ぐらい余裕で持つのかなという感じになっています。ただ心拍数の測定は、こういったね、スマートウォッチであれば必須だと思いますので、そういった意味でね、常時オンのバッテリー消費がどれぐらいかということで、計測結果を出させていただいています。ということでね、非常にバッテリーの持ちは良好だなと思いました。次に良かった点になりますが、それは歩数計の精度です。これもね、非常に良好だったなと思います。改めてね、こちらの表を出していますけども、1キロの直線を1歩、2歩、3歩とね、人力で計測した数値と、この G-SHOCK の歩数計ではどれぐらい歩数をカウントするのかを計測した結果になっています。ちなみにこちらにありますウォーキングのアクティビティは、このアクティビティ中に計測した歩数データは表示されない仕様になっています。これ非常に残念な仕様になっています。おそらくデータは取れているはずなんですが、アプリの方で表示させることが一切できませんし、本体でもそれを確認することができません。それでスタートする時点で歩数データをこちらの方で確認しまして、そこからどれぐらいカウントしたのかを差し引きする形で計測しています。そして人力で私の方が1歩、2歩、3歩とカウントしたその数値をね、比較してあるデータになっています。まず1回目のテストになりますが、1372歩となりました。そして私の方でカウントした黄色の下の部分になりますが、1368歩となっています。歩数精度の差は4歩となっていて、誤差は 0.3% と非常に低くなっています。そして2度目になりますが、歩数計のデータは1400歩をカウントしました。そしてね、黄色の上の部分になりますが、人力で計測した方は1385歩となっていて、差は15歩となっていました。誤差としましては 1.1% となっています。ということで誤差レベルが 0.3 から 1.1% となっています。もしね、5キロ歩きましたっていうことであれば、これを5倍することができますので、最大でも 5.5% ぐらいの誤差ということになります。この辺はね、歩く距離によって全然変わってきますので、あくまでも参考値ということになります。これを見ていただいた上でいかがでしょうか。個人的にはスマートウォッチの部類の中では、そんなにね、悪い方でもありませんし、すごくいい方でもないっていう感じになります。極めて普通の歩数計精度をしっかり出してくれたんじゃないかなと思います。ということで、日常の万歩計として、歩数計として、この G-SHOCK 時計も兼ねていますし、心拍数も測定できますしね、いろんな意味で日常使いにいいんじゃないかなと思います。そして次に良かった点になりますが、それはですね、このデザインがやっぱりね、武骨でかっこいいなと思います。パッと見の印象としましては、遠くから見た普通の G-SHOCK にしか見えませんよね。スクエア型のデザイン、角型のデザインで、伝統的な G-SHOCK のデザインになっていますけども、めちゃめちゃこれはかっこいいなと思います。そしてディスプレイは AMOLED ではありませんが、MIP 液晶で非常に視認性の高いこういったディスプレイになっています。ですので、時計の確認がめちゃめちゃ楽っていうのもあります。通常のスマートウォッチですと、やっぱりこうタップしないとつかなかったり、もしくはこんな感じで表示させるわけですね。
G-SHOCK の場合は常に表示されていますので、いわゆる AOD の状態になっています。それでいて消費電力も抑えられていますし、ディスプレイの視認性もさることながら、この機能性も兼ね備えていますので、そういったデザインのことも含めましてかっこいいなと思います。というわけでこの後に気になった点もありましたのでお伝えしたいと思います。後半になりますが、気になった点をお伝えしたいと思います。まずその一つ目になりますけど、それは時報の機能がついていないという点になります。従来からあります G-SHOCK ですね。今13時23分ですけど、14時になると時報でピピっていうね、鳴らしてくれる機能もついているわけですね。その時報の機能は別につけといてもいいんじゃないかなと思います。使うかどうかはユーザーの方で判断するわけですので、これついていれば使う方は多いんじゃないかなと思います。個人的にもね、ついていたら、その時報機能はオンにしておきたいなと思うぐらいになっています。そして次の気になった点になりますが、それは通知のアプリの個別選択ができないという点になります。この画面は Casio Watches という G-SHOCK とペアリングしてある専用のアプリになりますが、この通知の項目の画面になりますけども、この通知をオンにしますと、スマートフォンに届いた通知が全部 G-SHOCK の方に飛んできてしまいます。例えば LINE の通知は欲しい、Gmail はいらないとかね、インストールしているアプリごとにオンオフを切り替えができないということになります。これは結構痛いところですね。インストールしてあるアプリ全てではないにしても、結構メジャーなアプリに関しましては、オンオフはできた方がいいんじゃないかなと思います。このあたりはね、ちょっとかゆいところに手が届かなすぎるなっていうのは思います。ですので、あまりにもG-SHOCKの方に通知が来てしまいますので、スマートフォン上で通知を切るしかありません。他のスマートウォッチでは来ていなかったような通知も G-SHOCK 上ではね、あらゆるものが来てしまいますので、バッテリー持ちにも影響することから、そういったね、仕様っていうのはもったいないなと思いました。そして最後の気になった点になりますけども、これはですね、当初は良かったんですけども、改めましてワークアウトの項目が4種類しかないっていうのがちょっと少ないかなという点が気になっています。個人的にウォーキングがメインにありますけども、時々屋内サイクリングや、また自由トレーニングという感じでね、アクティビティをすることがあるんですけど、さすがにこの4種類では足りないんじゃないかなというふうに思ってきました。ここになくてやや多いっていうのは、最近ではやっぱり屋外サイクリングですね。スマホの GPS と連携させて走ったところをね、マッピングするっていうこともできると思いますが、そのあたりの機能もありませんし、さすがにこの4種類ではちょっと足りないなというのを思っています。この辺はね、アップデートで対応させてくれてもいいですし、次のモデルでね、追加してきてくれてもいいんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、良かった点と、そして気になった点についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。特に思いますのは、通知に関してですね。これはやっぱりアプリごとの個別の設定ができるようにしてほしいなと思います。とはいえ、やっぱりね、この G-SHOCK にスマートウォッチ機能が入っているってことだけで、なかなかチャレンジングなことですので、これからにも期待していきたいなと思っています。どんどんブラッシュアップされていくんじゃないかなと思います。G-SHOCK としての機能は非常に優れていまして、スマートウォッチを使わないとしてもね、この時計の機能も含めまして非常に視認性も良くて、時計としての満足度は非常に高いなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまたの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。